こんにちは、アルパカです。この度は動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はデスクツアーの動画になります。私は事務職40代サラリーマンでコロナが始まって以来週3日テレワークをやってきました。トヨタアルファードに関する動画をアップしている週末 YouTuber でもあります。ということで、普段パソコンを利用する機会が多いので、生産性と快適性を意識したデスク環境を整えてきました。動画をご覧になっている皆様のデスク環境制作の参考になれば幸いです。それでは早速動画をご覧ください。まずはデスクです。このデスクはホームセンターで修正材を購入し DIY しました。天板サイズは幅1800、厚さ30、奥行き600、2100の板を 1800mm にカットしてもらいました。天板につけた足は AIS のキットを Amazon で購入しました。目指したのはデスクツアーでは有名なかなでものさんのデスクですが、どうでしょうか。修正材を利用していますので耐久性や質感は劣ると思いますが、何より DIY デスクは愛着が湧くのでデスクに向かうやる気を起こしてくれます。合わせてモニタースタンドも DIY してみました。 DIY の様子はこちらの動画でアップしていますので、興味ある方はチェックしてみてください。机の上に飲み物をこぼさないようにデスク左にはカップホルダーを取り付けています。Amazon では約2000円ぐらいで売っていますが、私はアリエクスプレスという中国のネットサイトで約500円で購入しました。ヘッドフォンフックもついているので重宝しています。椅子はコフォチェアプレミアムというオフィスチェアを半年間利用しています。以前はゲーミングチェアを使用していましたが、この椅子のおかげで格段に在宅環境が良くなりました。お値段はかなり高価ですが、常に体に触れるものなので、椅子にはお金をかけた方が良いのかなと思います。座面はメッシュ生地で通気性とフィットする座り心地を実現。このランバーサポートで腰をサポートしてくれるので、腰への負担がかなり減った気がします。アームレストが4方向に動く 4D アームレストを採用。ヘッドレストも 2D でより体にフィットする作りになっています。しかもオットマンもついているので、リラックスした姿勢で動画を楽しむことができます。ハンガーフックもついていて、かゆいところにも手が届きます。この手のオフィスチェアは10万超えがざらで、物によっては20万を超えるものもありますが、このコフォチェアプレミアム10万以下で手に入るコスパの良いオフィスチェアになっています。かなり売れているようで、今現在予約販売制となっているようです。メインモニターはファーウェイメイトビュー GT34 インチウルトラワイドモニター、サブモニターとして LG の24インチ 4K モニターを使用しています。メイトビューは2021年9月1日の販売初日に購入し、約1年間使用しています。画面サイズは34インチ、アスペクト比は21対9、VA 液晶で曲面は 1500R。ちょっと湾曲しすぎているかなと購入当初は心配しましたが、目線の移動距離が若干ですが少なく感じ、むしろ湾曲しすぎていることにメリットを感じています。解像度は 3440×1440 の WQHD でフル HD と 4K の中間になります。フル HD だと情報量が少ない、4K だと情報量は多いけど文字が小さくて見にくいといったことがありますが、 WQHD はそういった意味ではとてもバランスが良いと思います。リフレッシュレートが 165Hz なので、ゲーミングパソコンとしての実力も非常に高いモニターになっています。
マイクロソフトのフライトシミュレーターで遊んでいますが、快適な環境でコロナ禍の疑似海外旅行を楽しんでいます。このメイトビューの使用当初感じていた不満点4つを解消した際に撮影した動画を公開していますので、購入を検討されている方はぜひ参考にしていただければと思います。購入当初はこのウルトラワイドモニター1枚で十分だと思っていましたが、編集作業などを行う際は素材フォルダーやネット検索などで複数ウィンドウを開いていますので、以前使用していた LG の 4K24 インチモニターをサブモニターとして縦置きで使用しています。解像度がメインモニターと異なるので、文字アプリサイズを 100% で使用すると文字が小さすぎて見えないことから 175% サイズで使用しています。ファーウェイのメインモニターはエルゴトロン LX、LG のサブモニターはベステックのモニター網を使用し、宙に浮かせて使用しています。モニターライトはクンティスのモニターライトを使用しています。モニターと手元を明るく照らしてくれるので、画面や手元での作業が見やすくなったのはもちろんですが、光が直接目に入ってこないので目の疲れも軽減されます。正直モニターライト購入前は部屋の電気だけで十分だと思っていましたが、今はライトなしだととても暗く感じます。ライトの明るさと色調はモニターライト上部ボタンで操作します。手元のリモコンで操作するタイプの製品もありますが、設定を変更することはほぼないので特段不便を感じていません。このクンティスのモニターライトを Amazon で5000円以下で購入できますので、とてもリーズナブルだと思います。パソコンはフロンティア FRGAH570 というデスクトップパソコンを利用しています。以前はマイクロソフトの Surface を使用していましたが、動画編集作業に耐えきれず買い替えました。外で作業することがないので、ノートパソコンではなくスペックと価格のバランスを考え、デスクトップパソコンを購入しました。一番重視したのは動画編集作業がスムーズになることだったので、ビデオカードに GeForce RTX 3070を搭載しているこのパソコンを購入しました。ストレスなく動画編集作業ができるので大変満足しています。キーボードはキークロン K2 ノンバックライト US 配列の茶軸を利用しています。75% というこのサイズ感と、あとは何といってもこのカラーリングとデザインがなんともかっこいいですね。あとは打ち心地の良い打鍵感は最高です。赤軸にするか茶軸にするか最後まで迷いましたが、私には赤軸が少し軽く感じたので打ち応えのある茶軸を選んでいます。パームレストは DIY をしました。3000円程度出せばネットで購入できますが、デスク DIY のノウハウを生かして自作してみました。ホームセンターでヒノキの板材を購入し、ヤスリがけを行い、ワトコオイルと蜜蝋オイルで仕上げています。材料費を含めると約1500円程度かかりましたので、コスパ的には微妙な気がしますが、ヒノキの質感がうまく出ていてとても気に入っています。残った端材があったので腕時計スタンドとして活用しています。キーボードは Bluetooth で接続できますが、カスタムコイル形状の USB ケーブルで接続しています。エスケープキーの色に合わせて赤色のケーブルを購入してみました。生産性には全く直結しませんが、おしゃれなキークロン K2 をさらにおしゃれに見せるアイテムとして気に入っています。マウスはロジクール MX-L5 を使用しています。普通のマウスからトラックボール式に変更する際、一番躊躇した点は、親指でボールをくるくる回して自分の意図するところにマウスポインターしっかり合わせることができるのかという点でした。おそらくその点が気になってトラックボールに手を出せない方いらっしゃる気がしますが、大丈夫です。個人差はあると思いますが、私は使い始めて1週間程度で慣れることができました。普通のマウスのように手を動かす必要はないので、
マウス操作は非常に楽になりますし、加えて動画編集で一番行う動作である動画のカットと削除をこのショートカットボタンに割り当てることができるので、動画編集作業が一気に楽になりました。このロジクール MXL5 で作業効率爆上がり間違いないと思います。一つ気になる点はこのサイズ感ですね。私の手が少し小さいというのはありますが、サイズ感は少し大きめです。もう一回り小さいサイズならフィットして良いのかなと思いました。スピーカーはオーディオエンジン A2 プラスワイヤレスを使用しています。小型高音質スピーカーの王道になります。箱から出して最初手に取った時は想像以上に小さいなと思いました。サイズは高さ15センチ、横10センチ、奥行き13センチ。高音質な PC スピーカー欲しいけどデスクが狭いという方にはもってこいの商品です。コンパクトですが重さはしっかりあり、片側で約 1.5kg、本体にアンプと DAC が内蔵されています。最大出力は 30W の迫力サウンド、 3.5mm ステレオミニジャック、 USB の有線接続、 Bluetooth と接続方法も多様です。外観はツヤのあるサテンホワイト、インテリアとしても映えるデザインになっています。スピーカーを床に置いてしまうと音の振動が床に伝わって共振してしまいますので、カントンのスタンドを使用しています。マイクはマランツ MPM1000U を使用しています。パソコンとは USB 接続できるタイプのコンデンサーマイクになります。この MPM1000U は正面から音を拾うタイプの単一指向性マイクですので、声を発するときはマイクの正面に向かって喋るようにしています。マイクといえば手話がメジャーですが、入門用としてリーズナブルに購入できるこのマイクを使い続けています。価格は7000円程度です。もちろんこの動画の音声もこのマイクで収録しています。音声いかがでしょうか？音質いかがでしょうか？コスパ抜群で音質も悪くないと思うので大変気に入って使っています。デスクマットはサテチのデスクマットを使用しています。サテチといえば Apple の周辺機器を多く提供しているアメリカのサプライヤーになります。Apple に合わせた製品を多く出しているだけあってとてもスタイリッシュな商品が多いんですが、このデスクマットもその一つになります。素材は PU レザーを使用しています。本革と比べて汚れに強くて防水加工もされているので耐久性が高く、デスク周りで使用するのに適しています。質感や作りはとても上質です。上質に感じる理由として、このレザーを重ねて縫い込んでいて二重構造になっているので作りがしっかりしているのかなということと、あとはこのステッチの縫い込みがとても丁寧にされているからだと思います。安価な製品だと糸のほつれが目立つケースがありますが、このサテチのデスクマットではそのようなほつれは見られません。デスクマットを置いた状態と置いていない状態です。いかがでしょうか？置いていない状態だとなんとなくのっぺりした感じですが、置いた場合デスク全体がギュッと締まった印象を与えてくれます。サイズは横60センチ、縦30センチで 75% サイズのキーボードとマウスを置いてちょうど良いサイズ感になります。フルサイズキーボードだと少し小さく感じるかもしれません。デスクマット右上にはオービットキーのマグネット式ケーブルホルダーを置いています。実は以前オービットキーのビーガンレザー製のデスクマットを使用していたんですが、アルコール入りのウェットティッシュでレザーを拭くという暴挙に出てしまい、マットをシミだらけにしてしまいました。マットは使えなくなりましたが、このケーブルホルダーはもったいないので、今はサテチのマットの上でペン置きとして使用しています。
次に卓上カレンダーですが、ジャッカルのカード型卓上カレンダーを使用しています。12枚のカードリフィルとアクリルスタンドで構成されている商品です。リフィルは約 8×6 センチで名刺より一回り小さいサイズ感。シルバーの文字部分はすべて白プリントになっていて、触ると少し凹凸があります。アクリルスタンドはリフィルと同系色になっていて、ジャッカルのロゴがワンポイントで刻印されています。このアクリルスタンドに12枚のリフィルを差し込んで使用します。翌年以降はリフィルだけを買い替えれば使用できるので、クールで経済的なアイテムになっています。ヘッドホンはアンカーサウンドコアライフ Q30。ノイズキャンセルの機能が素晴らしく、集中して作業をしたいときに使用しています。スマホの充電器も同じくアンカーの製品パワーウェーブ10を使用しています。スマートスピーカーで Google Nest Hub を使用しています。これは基本時計として使用していますが、スイッチボットと連携させているので、電気やエアコンのオンオフは Google で行っています。SD カードスロットはバッファローの安価なタイプのスロットを使用しやすいように両面テープでモニタースタンド裏に貼り付けて使っています。ケーブルフォルダーとワイヤレスイヤホンは山崎実業のトレイに置いてまとめ感を出しています。机の上には癒しの効果を求めてボトルツリー、サボテン、ドラセナを置いています。ということでいかがでしたでしょうか。以上で私のデスクツアー終了になります。やっぱり好きなものに囲まれていると断然机に向かうのが気持ちよくなりますし、その分作業効率も上がるのかなと思います。いろいろなアイテム揃えましたが、極力コスパにこだわって揃えましたので、どれか一つでも皆さんのデスク環境アップデートの参考になれば幸いです。本日ご紹介したアイテムは概要欄にリンク貼っておきますので、気になる商品ありましたらチェックしてみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。